こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第16弾。前回作成した窓と扉、今回はシェルに取り付けます。まずは側面の窓に蝶つがいをつけていきます。取り付ける位置に印をつけたらカッターで切れ目を入れます。この一手間で彫りすぎを予防できます。その切れ目に沿ってのみで表面を削ります。一気に深く掘らず、少しずつ薄皮を剥ぐように掘るとうまくいきます。蝶つがいの厚さぴったり、いい感じに掘れました。窓側の準備ができたら蝶つがいを枠に取り付けます。一人で取り付けるときは先に蝶つがいを枠につけると楽でした。窓を持ち上げながら蝶つがいと固定します。取り付けた窓を開閉すると角が干渉して閉まりません。そこでトリマーで角を面取りしてスムーズに閉まるように加工しました。次に窓の内側に 18mm×18mm の角材を取り付けます。これで窓と枠の隙間が隠れていい感じになります。突っ張り棒で窓を開けると雰囲気が出ました。角材にマグネットを取り付ければ側面窓の完成です。次に前面窓。ここははめ殺しの窓なのでシンプルにビス締めしていきます。なかなか保護フィルムを剥がせないタイプなので最後までつけておきます。最後にヘリンボーンの扉。蝶つがい用に窓よりも深く溝を掘りたかったのでトリマーで掘ることにしました。のみよりも綺麗で平坦な溝になりました。同様に扉にも溝を掘り蝶つがいを取り付けます。角材とノジ板、異なる材料に綺麗に溝を掘るにはトリマーが最適でした。次にドアノブを取り付けていきます。まずホールソーで貫通穴を開けます。早速取り付けようとしたところドアが厚すぎて互いのノブが届かない事態に。仕方ないのでトリマーでノブを埋める穴を掘っていきます。今回はトリマーが大活躍でした。拡張した穴にぴったりノブが収まり、見た目も結果オーライになりました。
ドアをシェルに取り付けたら受けの部分もトリマーで掘っていきます。ドアがうまく閉まった瞬間は感激しました。これで外観が完成したので次回から内装に移ります。シェルの電源はポータブル電源を使用します。換気扇と照明も無事動作したので極力目立たないように引き回していきます。あとは内装だけとなり、ついに走り出せる状態になりました。最後まで楽しみながら作っていきたいと思います。それではまた。